先日行われた大学入試共通テストなんですけれども、これをですね、AI に解かせる試みがなされまして、今回チャット GPT がなんとですね、19科目で満点を叩き出したということで、数1とか数2とか物理とかですね、答えがある程度出しやすいっていうのもありますし、実際そういった受験問題で学習をしてるっていうところもあるんでしょうけれども、わずか2、3年前はですね、全然7、8割ぐらいしか解けないって言われてたのが、満点、つまり、ほとんどの人類よりは賢くなっているという、そういったチャット GPT、チャッピーというね、若者の間ではチャッピーって言われてるんですけれども、チャッピーさんの方が皆さんよりも頭がいいと、そういうことでございまして、ここまで来るとですね、本当に受験のために暗記をしたりとか、実はだから最近の大学入試の問題とかですね、割と対策がされてるみたいです。AI が得意でなかった。もともとね、穴埋めドリルを元にした学習をやってるということで、次にどういう言葉が来るのかみたいなのを予測するための、システムでしかないよねって 生成 AI をですね、揶揄する人たちはそういったことを言ったりとかしてたんですけれども、そういうふうな文章題の長々とですね、文章題があるとかで、そういう問題がね、結構増えてます。これは実はだからチャッピー対策なわけですけれども、そういったことも全然通用しなくなってきているということですね。まず、もう暗記はクラウドで世界中のデータを、例えば Google とかね、全部持ってるわけですから、Gemini とか、もうめちゃくちゃ博覧狂気なわけですよね。なので、そういったこととかですね、もう何でも知っちゃってる上にですね、今回はもうその論理的思考、そういったこともできるようになったということで、ますます受験勉強の意味のなさみたいなものが際立ってきたんじゃないかなと思います。これからの人類に求められるのは、こういった生成 AI とかを利用して調べ物をしたりとか、基礎的な判断材料を作ってくれたりとか、こういったところはもう完全に生成 AI の方が得意なんで、僕なんかはそういう風に使ってます。新規事業をやるときとか、ある会社を買収しようとしたときとかですね、株価の分析とかそういうものをですね、全部チャッピーとかジェミニにやらせて、そこから得た結果に関しても AI にも判断してもらい、自分の判断も入れるということで、ますますこれから賢くなってくると思いますので、本当ね、受験勉強してる人たち、本当申し訳ないんだけど、本当にもったいないかもしれない、その時間が。10代、20代の体力があって元気がある、この貴重なゴールデンエイジをですね、暗記返上型の受験勉強に、費やしたところでですね、いいことは何もないということに、ついにもなってしまっていると残念ながら。だから僕の時代はそういうのなくて逆に良かったですよね。それをやるしかなかったから。だけど、ホリエモン大学行くなとか言ってるけど、大学行ってんじゃんお前とかって言われたんだけど、その頃はスマホもインターネットもチャッピーもいませんでした。なので、それをやるしかなかった。そこしか選択肢がもうなきに等しかったんですけど、今はそんなことないので、皆さん多様な生き方をですね、ちゃんと一回考え直してみるといいかもしれません。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。トルシュ